この動画では標準機能のペーパーキャラクターで作った 2D キャラクターに PaperZD というプラグインを導入する手順をやっていきます。PaperZD は 2D 画像の差し替えに特化したプラグインで、アンリアルエンジンで 3D 系のゲーム制作をしたことがある人に対しては 2D 用のアニメーションブループリントですと説明すると伝わりやすいと思います。もともと根強い支持があったプラグインですが、2022年に無料化され、より注目度の高いプラグインになりました。UE5 で 2D ゲーム制作を真剣に取り組む上では、知っておいた方が良い機能になるので、この機会に覚えておくと良いと思います。動画の前半で PaperZD の基本的な導入手順、後半で PaperZD のおすすめ機能を紹介していきます。それではやっていきましょう。まずエピックランチャー上でマーケットプレイスのタブを選択。検索欄に PaperZD と打って検索します。無料というボタンをクリック後、エンジンにインストールするというボタンに変わるので、エンジンにインストールします。今回は UE5.3 にインストールします。インストールが完了したらプロジェクトを立ち上げたいと思います。プロジェクト。動画の概要欄のリンクから 2D 用のテンプレートデータをダウンロードして、アンリアル 2D アクション ZDU プロジェクトをダブルクリックで開きます。チュートリアルで作ったもののプロジェクト名を変えたものになります。起動できたら左上編集からプラグインを選択し、検索欄に ZD と検索し PaperZD を見つけます。チェックを入れると右下に今すぐ再起動というボタンが出るので、ボタンを押して再起動します。再起動ができたらこのプロジェクトに PaperZD のインストールが完了です。少し 2D 用の設定をしておきます。ビューポート左上の3本線をクリック、リアルタイムのチェックを外し、パースペクティブを右手、ワイヤーフレームをライティングなしにし、右側のグリッドスナップを50にします。この状態から進めていきたいと思います。ソース。まず PaperZD のデータを用意していきます。 2D アクションフォルダの中に PaperZD フォルダを追加し、この中で右クリックから PaperZD アニメーションソースを選びます。名前をアニムソースプレイヤーにします。この中にキャラクターのフリップブックを格納していきます。アニムソースプレイヤーをダブルクリックで開き、左上の緑のプラスアドニューをクリックし、ニューアニメーションシークエンスを選びます。名前を AS プレイヤー00アイドルにします。これを2つ複製して01ウォークと02ジャンプを用意します。00アイドルをダブルクリックし、右のアニメーションデータに FB00 アイドルを指定します。01ウォークをダブルクリックし FB01 ウォーク、02ジャンプをダブルクリックし FB02 ジャンプ。これで PaperZD 上でこの3つのフリップブックを扱う準備ができました。保存をして閉じます。自動で作成されたアニメーションシーケンシズフォルダの中に用意したデータが格納されています。このデータを使って切り替え処理を作っていきます。アニム BP。コンテンツブラウザ上で右クリックから PaperZD アニム BP を選びます。自分で用意したアニムソースプレイヤーを選び、名前を ZD アニム BP プレイヤーとします。ダブルクリックで開き、この中にキャラクターの状態によって画像を切り替える処理を組んでいきます。アニメーションブループリントにはイベントグラフとアニムグラフの2つのタブがあり、主にイベントグラフ上では前提条件を用意し、アニムグラフ上でアニメーションの切り替え処理を行います。まずはイベントグラフ上で前提の処理を用意します。イベントグラフ上で右クリックからゲットオンと検索をかけ、ゲットオーニングアクターノードを呼び、次に右クリックからキャストトゥキャラクターと検索をかけ、キャストトゥキャラクターノードを呼びます。イニットとゲットオーニングアクターにつなげます。
青ピンからゲットキャラクター M と検索をかけ、キャラクタームーブメント及び青ピンを右クリック、変数へ昇格を押し、つなげます。名前をキャラクタームーブメントレフにします。一連を選択して C キーを押してイニットリファレンスとコメントしておきます。何度も呼び出される予定のものは先に変数化しておきたいと思います。イベントグラフで変数の処理が組めた後はアニムグラフの中での処理を組んでいきたいと思います。このあたりはいろいろな組み方ができるので一例として見ておいてください。リザルトからステートと検索をかけ、アドニューステートマシーンを選び、名前をメインステイツにします。この中でキャラクターの状態による切り替えを行います。ダブルクリックで開き、右クリックからアニメーションステートを2つ呼び出し、名前をロコモーションとジャンプにします。ロコモーションをダブルクリックで開き、リザルトからブールと検索をかけ、セレクトアニメーションバイブールを呼びます。フォルスアニメーションからアイドルと検索をかけ、プレイ00アイドルを呼び、トゥルーアニメーションからウォークと検索をかけ、プレイ01ウォークを呼びます。この2つを条件によって歩いたり止まったりを切り替えます。左のキャラクタームーブメントレフをコントロールを押しながらドラッグし、ゲット変数を用意。青ピンからゲット VE と検索し、ゲットベロシティを呼び出します。黄色ピンを右クリックから構造体ピンを分割。ベロシティ X の緑ピンからびっくりマークで検索をし、not イコールノードを呼びます。この分岐が横移動をしているかどうかの分岐で、セレクトアニメーションバイブールにつなげると、横移動していたらウォーク、横移動していなかったらアイドルに切り替わります。左上、戻る矢印で階層を戻り、ジャンプをダブルクリックで開きます。リザルトからジャンプと検索をかけ、プレイ02ジャンプを呼びます。戻る矢印で階層を戻ります。多ボタンマウスを使っている場合は、ブラウザの戻るボタンでも階層を戻れます。アウトからロコモーションにつなぎ、ロコモーションとジャンプを双方向でつなぎます。基本がロコモーションで条件によってジャンプに切り替えます。上側のジャンプに向かう矢印をダブルクリック。リザルトの赤ピンに条件をつなげます。キャラクタームーブメントレフをコントロールを押しながらドラッグ。青ピンからイズフォールと検索をかけ、イズフォーリングノードを出し、リザルトとつなげます。これで空中にいる場合、ジャンプという判定になります。これの否定形をもう一つ作るので、ノードをコピーして階層を戻ります。下側のロコモーションに向かう矢印をダブルクリック。ここにさっきのノードをペーストして、赤ピンから not b と検索をかけ、not boolean を呼び、リザルトにつなげます。コンパイル、保存をして、戻る矢印で階層を戻ります。これで歩く、止まる、ジャンプの分岐ができました。歩く、止まる、ジャンプだけであれば、ステートマシーンを使わなくても組めるのですが、後々の拡張に備えてステートマシーンで組んでおきます。最低限の動きはできたので動かしてみたいと思います。コンポーネント。ここからキャラクターブループリントに PaperZD を導入していきます。古いデータと比較がしたいので右クリックから複製、名前にオールドを追加しておきます。バックアップができたので BP プレイヤー 2D をダブルクリックで開きます。まずイベントグラフで今回不要になったティックを削除します。次に関数アップデートアニメーションも削除します。これで画像の切り替え処理がなくなったので一旦動かなくなったのを確認します。プレイを押してみると画像が切り替わらなくなりました。あとはここに PaperZD のコンポーネントを追加していきます。コンポーネント欄のプラス追加ボタンで ZD と検索をし、PaperZD アニメーションを選択。新しいコンポーネントが追加されました。PaperZD アニメーションを選択した状態で右の詳細欄、
アニムインスタンスクラスのタブから ZD アニム BP プレイヤーを選択。レンダーコンポーネントレフのタブからスプライトを選びます。設定はこれだけです。コンパイル、保存をしてプレイしてみます。A と D で移動、スペースキーでジャンプ。ちゃんと動いていると思います。2D テンプレートのペーパー ZD への差し替えは以上になります。ここまでのペーパー ZD に差し替え済みのデータも置いておくので、説明通りにいかなかった場合などに確認してみてください。キャラクター。今回はコンポーネントを追加という形で説明しましたが、最初からペーパー ZD を使う場合、ペーパー ZD キャラクターを使う方法もあります。コンテンツブラウザで右クリックからブループリントクラス。すべてのクラスをクリックし、ペーパー ZD と検索をし、ペーパー ZD キャラクターを選びます。このクラスはペーパーキャラクターにペーパー ZD のコンポーネントを追加済みのものになります。選択を押して名前を仮に BP ペーパー ZD にします。ダブルクリックで中身を見てみます。ペーパーキャラクターにコンポーネントを追加したものと比べるとコンポーネント名が違いますが同じものです。ペーパー ZD を最初から使う場合、こちらで組んでいくのもいいと思います。今年の9月くらいまでコンポーネントを追加の方だとタブからスプライトを選択できない不具合があり、コンポーネントネームに直打ちでスプライトと打つ必要があったのですが、10月頃のプラグインアップデートでタブから選択できるようになっていたので、今回の解説になっています。機能的には一緒なので好きな方を選ぶといいと思います。プレイレート。ここからペーパー ZD のいくつかの機能を紹介していこうと思います。まずアニメーションのプレイレートを変更する方法を紹介します。ステートマシーン内のウォークを選びます。右の詳細欄のプレイレートの右端のチェックボックスにチェックを入れます。そうするとアニメーションの左にプレイレートが表示されるので、ここに対して例えばキャラクタームーブメントレフから GetMax Walk と検索して Max Walk スピードを呼び、VelocityX から ABS と検索をかけ、アブソリュートノードを呼び ABS からスラッシュで検索し、ディバイドを呼んで Max Walk スピードで割ると、最高速度時には 1.0、 動いていない時には 0.0 の値になるので、これにプラスで 0.5 くらいにしておくと、動き出しは 0.5 のプレイレートで、最大速度時は 1.5 のプレイレートというようなこともできます。移動速度によってアニメーションの速度を調整したい場合に触ってみてください。アクション。ステートマシーンの中で右クリックをするとジャンプという選択肢があり、選択してみるとジャンプ1というノードが現れ、アニメーションステートのジャンプに関わっているのかなという気がしますが、ここの関係はありません。このノードは標準のアニメーションブループリントにはない概念で、キャラクターブループリント側のイベントを直接受けるノードになります。言葉だと説明しにくいので試しに使ってみます。アニメーションステートのジャンプがあるとややこしいので説明のために捨てます。ジャンプ1の名前をクリックしてアタックドにします。右クリックからアニメーションステートを追加し、名前をアタックにします。ダブルクリックで仮にジャンプのアニメーションを当てます。階層を戻ってアタックドとアタックをつなげます。現状はゲーム開始時にアウトからロコモーションに移行して、その後はずっとロコモーションの中だけで処理が走る状態です。これをキャラクター側からこのアタックドに指示が飛ぶようにしてみます。コンテンツブラウザーから BP プレイヤー 2D を開きます。ペーパー ZD アニメーションをドラッグし、青ピンから GetAnimEye と検索をして GetAnim インスタンスを呼び、青ピンからジャンプと検索をしてジャンプトゥノードを呼びます。ジャンプネームにアタックドと入れます。ステートマシンネームには何も書かなくて良いようです。あとはここにイベントが走るように仮のイベントを用意します。今回は右クリックから日本語キーボードの人はアットマークを打ってアットマークの入力イベントを呼び、英語キーボードの人はチルダを打ってチルダの入力イベントを呼びます。
右のアイコンをクリックしてから Z キーを押して Z キーのイベントを用意します。これをつなげてテストプレイをしてみます。左右移動にジャンプをしてみるとジャンプを消したので歩きだけの状態になっています。ここで Z キーを押してみるとジャンプのアニメーションに切り替わり以降ずっとジャンプのままになります。ステートマシーンに戻りアタックの中にしかないジャンプのアニメーションが呼ばれたのが確認できました。次にアタックのアニメーション後にロコモーションへ遷移させていきます。アタックをダブルクリック、中身のアニメーションを選択、ループアニメーションを切ってアニメーションが終了した後遷移できるようにします。次にアタックからロコモーションにつなぎ矢印をダブルクリック、右クリックからアセットプレイと検索をするとアニメーションの状態を確認できるノードが出てくるので、ここではタイムリマイニングを選びます。緑ピンからイコールイコールで検索をしてイコールを選び赤ピンをつなげます。タイムリマイニングは残り時間を意味するらしく、これが0という状態はアニメーションの終了を意味するという判定になっているようです。このあたりのつなぎ方は敷本穂乃さんの記事で紹介されていたので、より詳しく知りたいときは敷本穂乃さんのノートも確認してみると良いと思います。アニメーションの遷移条件が組めたのでテストプレイします。 Z を押して一瞬ジャンプ画像になってすぐに歩きのモーションに変わります。このアニメーションの長さはフリップブックのアニメーションの長さなので、アセッツフォルダの中のフリップブックスを開いて FB02 ジャンプを開きます。フレームパーセカンドが1秒間に何枚の画像を切り替えるかの数字なので、1にしたら1枚の絵が1秒間表示され、タイムラインの長さを増やすと何秒間も表示されます。アクションの長さを調整する際はこの辺りを調整してください。ペーパー ZD の公式ドキュメント上ではジャンプノードをジャンプイベント用で使っているのでジャンプに使うこともできますが、個人的にはこのジャンプノードは攻撃や特殊アクション用と思っておく方が扱いやすそうだなと思います。通知。ペーパー ZD ではアニメーションの特定のフレームにアニメーション通知を設定することができます。アニムシーケンスのフォルダの中の AS01 ウォークをダブルクリックで開きます。このアニメーションのタイムラインの中で右クリックから通知を追加を選択すると 3D のアニメーション素材と同様に通知が追加できます。プリセットとしてプレイサウンドが用意されているので、足音を用意したい場合サウンドを指定するだけで特定のタイミングで発生させられます。パーティクルの方のプリセットはナイアガラ用ではなく古い方のカオスパーティクル用になっているので UE5.3 ではプレイパーティクルエフェクトは使わない方が良さそうです。ニューノーティファイで通常の通知イベントを設置できます。適当にハローという通知を用意します。これでアニメーションブループリントを確認すると関数の欄にレシーブノーティファイハローという関数が増え、ダブルクリックをして開くと通知のイベントが取得できます。プリントストリングノードを呼んでつないでみます。テストプレイしてみます。歩きの途中でハローの文字が呼ばれているのが確認できます。この辺りの通知を使って細かい条件分岐などに使うこともできます。またブループリントクラスから ZD で検索してペーパー ZD アニムノーティファイを選ぶと独自の通知イベントが作れます。試しに一つ作ってみます。名前を ZDA ノーティファイチェックにしました。ダブルクリックで開いてオーバーライド関数からオンレシーブノーティファイを押すとイベントが用意され、ここに通知が来るので独自のイベントを用意できます。歩きのアニメに通知を増やしてみます。ZD ノーティファイチェックという通知が増えます。またノーティファイに変数を1つ増やしてアニメ通知を見てみると変数が増えるのでバリエーションなど自由に制御することができそうです。もう一つの通知のペーパー ZD アニムノーティファイステートは指定フレーム区間の始まりと終わりの通知を受けることができるので、攻撃のヒットボックスをここからここまで有効化するなど始まりと終わりが必要な時に使うと良いようです。多方向。ペーパー ZD には4方向や8方向の画像を簡単に切り替える機能があります。
アニメーションソースでプラスアドニューからアニムシーケンスを用意し、右のマルチディレクショナルシーケンスにチェックを入れると、まずは4方向の分割で N の数値を8や16などに増やすことができます。細かい数値や角度の微調整もできます。使い方は各角度をオレンジの選択状態にしてフリップブックを指定します。指定できたらアニメーションブループリントのアニムグラフでリザルトからセットと検索をするとセットディレクショナリーノードが出てきます。インプットにこんな感じでつなげるとカメラの角度に応じたフリップブックが表示されるようになります。ここからスプライトの向きなどを調整すると前に 3D の背景の説明で使ったようなキャラクターの状態になります。ブループリントだけで組むより処理負荷が軽いので、こういうことがしたい人には特に PaperZD の使用をお勧めします。この機能で組んだプロジェクトもダウンロードできるようにしておくので、興味がある方は触ってみてください。という感じで、標準のブループリントキャラクターから PaperZD への差し替え手順、使い道のありそうな機能紹介をしてみました。機能の紹介に関しては PaperZD のドキュメントに丁寧な説明があるので、こちらも確認しておくことをお勧めします。英語が苦手な方もブラウザーを右クリックの中に日本語に翻訳というボタンがあると思うので、翻訳してみると理解しやすいと思います。また YouTube で PaperZD と検索をするとたくさんチュートリアルが見つかると思います。すでにあるチュートリアルで十分な気がしていましたが、PaperZD の説明もしておかないとテンプレート作成編が完結しない気がしたので、今回の動画になりました。2D ゲームで TIC の負荷対策が必要になった際に活用を検討してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。